さあお待たせいたしました。第1試合は5年ぶりの開催となるレリックラビリンス。フィールド内に散らばる魔力が枯渇した魔法石を探し出し、魔力の補充装置を使い魔力が満ちた石を自陣の台座まで運ぶ競技です。制限時間内により多くの石を運んだチームの勝利となります。フィールドに潜む難所を攻略する知力、石を探し出し運搬する体力、そして何よりチームの連携が試される魔法競技です。ぶっ潰せナイトレイブンカレッジ。初戦を取って今年こそ優勝だ。頑張れロイヤルソードアカデミー。全力を出し切って目指せ100連覇。なーいジャミルルシアン頑張れよ。この試合はスカラビアから2名が出場している。絶対に勝ってもらいたいですね。だな、スカラビア応援に気合い入れていくぞ。熟慮の精神を見せつけてやれスカラビア。頑張れナイトレイブンカレッジ。その調子だ。あとミナニーも頑張れ。ミナニーってまさかロイヤルソードアカデミー代表のミナジール・ティラージャのことですか？ね、そうだけど。寮長、なんでロイヤルソードアカデミーのやつなんか応援するんです？寮長の故郷のネッサの国の王子とはいえ今は敵ですよ。ああ、そっか、悪い悪い。でもミナニーは親戚だからさ。カリム寮長、王族と親戚なんですか？さすが大富豪アジーム家。俺のばあちゃんの兄貴が前国王でミナニーのじいちゃんなんだ。つまりハトコってやつだな。だとしてもやっぱり寮長が敵チームを応援するのはちょっと。そうだ、ジャミルたちを応援する俺はスカラビア寮長の俺、ミナニーを応援する俺はミナニーのハトコの俺ってことでどうだ？なるほど、ご実家の立場も考えて親戚付き合いも慎重にということか。辛抱遠慮ですね。ね、別に実家は関係ねえけど、まあそれでいっか。兄は昔っからすごいやつでさ、魔法も勉強も運動も何でもできるんだ。それでいてあの男前っぷりだろ。ネッサの国の名家の娘さんだけじゃなく、遠い国のお姫様まで結婚を申し込んでくるほどらしいぜ。はあ、頭も良くて運動もできて男前な王子なんて、そんなの完璧すぎじゃないですか。まさか大きな犬や白馬を飼ってたりするんじゃ？犬と馬？それは飼ってなかったと思うけど、でっけえ虎は庭で放し飼いにしてたな。虎を放し飼い？なんて危ないやつだ。大丈夫大丈夫。その虎よくミナニーに懐いてるし、芸達者なんだぜ。お座りも待てもできるんだ。賢いだろ。虎を犬のように手なずけ、しかも国内外から大量にプロポーズされる王子様だって。くそ、そんな恵まれたやつがこの世にいていいのか？でもミナニーは嬉しくなさそうだったな。みんな気取ったうぬぼれ屋ばっかりだって。俺はよく知らねえんだけど、王子は結婚する時期から相手までいろいろ決まり事があるらしくて、自由に相手も選べないなんて、王子ってのは大変だよな。全てを兼ね備えた王子の贅沢な悩みすぎる。ますますムカついてきたぞ。そうだそうだ、遺跡の床の泥水をすすらせてやりてえ。あ、みんな燃えてきたな。やっぱ相手が手強いほど勝負は面白くなるし盛り上がるってもんだ。よし、ジャミルもルシアンもミナニーもみんな全力で頑張れ。勝てナイトレイブンカレッジ。ラッコちゃんたち声でっか。
大声で応援しても、どうせ競技会場にいる選手にはこっちの声聞こえてないんでしょ？ええ。観客の声が選手に届けば、公正な試合運びを著しく損ないますから。もし、モニターで全体を俯瞰している観客が、それらの情報を選手に伝えれば、それだけで形勢が一変してしまう競技です。声でなんか教えていいなら、スマホ禁止にしてる意味ないもんね。ええ。過去にそういった不正を働こうとした不届き者がいたそうで、それ以来、迷宮内には一切外部の雑音が届かないようにされているようです。なんでそんな詳しいの？試合前の準備としてアズールが入念に調査していましたから。あいつ絶対ズルする方法を探してたじゃん。どうせ昔観客席から情報を伝えたのもうちの生徒だろ。そうとも限りませんよ。生徒だけでなく、我が子を勝たせたい一心でなりふり構わず工作に走る非常に子供思いな保護者というのも世の中には一定数存在します。サンゴの海の王なども子煩悩で有名でしょ。2年前に末の王子が行方不明になった際は、警察や王城の警備員だけでなく召使い全員が捜索に駆り出されたとか、宮廷音楽家までもが楽器を置いて血眼で捜索に奔走していたとニュースになっていました。2年前？俺もまだ海にいたよね。全然覚えてねえわ。僕はよく覚えていますよ。ちょうど僕たちがナイトレイブンカレッジから招待状を受け取った直後の出来事でしたから。ちなみに王子は3日後に発見されました。彼は陸の学校から届いた入学許可証を手に一人で海を飛び出していたそうですよ。うわぁ、周りの迷惑とか考えないわがままなやつとか俺嫌い。同感です。己の気分次第で周囲を振り回す方には本当に手を焼かされますからね。てか俺らと同じ時期に陸から入学許可証が来たってことは、その王子って。ええ、あなたもご存知のはずです。海の中では僕たちと同じ学校に通っていましたから。ほら彼ですよ。大型ビジョンに映っている鮮やかな赤い髪のリエーレ・コーラリア、サンゴの海の第7王子です。あんなやつ同じ学校にいた？まあフロイドはアズールのことすら忘れていましたものね。俺だってさすがにあんなド派手な見た目のやついたら覚えてると思うけど。そっか、わかった。あいつ俺らと違って海の中にいた時とは全然色が違えんだ。あれシーラちゃんでしょ？シーラ。ああ、彼の尾ひれは鮮やかなグリーンでしたっけ？そうそう、頭が黒っぽくて尾ひれが緑。そんでしょっちゅう授業サボって海面から飛び出して先生たちに怒られてたから。シーラちゃん。へえ、陸で見るとあんな真っ赤な色してんだ。陸と海では色の見え方がかなり違いますからね。赤い色は特に。それにしてもサンゴの海の王子でありながら陸に強い関心を抱くとは。彼もアズールとはまた違ったベクトルで随分と変わり者ですよね。シーラちゃんもジェイドには変わり者とか言われたくねえと思うけど。見て見て、でっかいモニターにアズール映ってる。眉間がギューってなってんね。気合入りすぎじゃね？配られた地図を囲んでチームメイトと作戦会議をしているようです。やはり少しばかり緊張が見えますね。このチームでは唯一の寮長、さすがに気負うところがあるのでしょうか。しかも他の寮からはナンバー2がゾロゾロ参加してるし、かっこ悪いとこ見せらんねえよな。張り切りすぎて空回りしないといいのですが。俺が飽きてどっか遊びに行っちゃわないように面白い試合見せてよね。セベクのやつどこへ行ったんだ？
親父殿がいない時にあいつがマレウス様のおそばを離れるなんて何かあったんじゃ。フィールドを挟んだ反対側の観客席で人の子や他の1年生と共に観戦するようだ。あいつには緊急事態でもない限り同級生や部活動の仲間と過ごすよう伝えてある。以前あれは休み時間のたびに僕の教室に様子を見に来ていた。それでは学友との交流もろくにできないだろう。休み時間のたびに3年生の教室に。それではマレウス様も気が休まりませんね。言われてみれば最近は休み時間に校舎や中庭を疾走するセベコを見かけていませんでした。マレウス様のお声掛けがあったのですね。どうした？落ち着かない様子だな。いえ、マレウス様はどうしてこの競技の選手に親父殿を選んだのでしょうか。というと？親父殿は探し物が大の苦手です。先日もゲームのコントローラーを部屋の中でなくして散々探し回った挙句見つからず、新しいものを通販で買い直していたほどです。石の採取ポイントが地図に記されているだけ、ミスティックモルターなどよりマシかもしれませんが、魔力を石に補充する件に関しても今現在の父は現役時代ほど魔力が豊富というわけでもありませんし。この競技でリリアに期待する働きは石探しや魔力の補充ではない。僕があれこれと説明するより試合を見ていればなぜあいつがこの競技に選ばれたかわかるだろう。案ずるな。どんな状況に置かれようがお前の父はうまくやる。だと良いのですが、頑張ってください親父殿。本当にブッチをこの試合に出してよかったのか？だよな。あいつはてっきりマジフトに出るもんだとばっかり。ディスクシーフなんて2つ名があるくらいなのにもったいない感じしますよね。だからあいつをマジフトからは外したんだよ。どういうことっすかレオナさん。お前らが考えそうなことはおつむの軽い砂ネズミだって思いつくってこった。頭の中に白砂糖でも詰まっていそうなロイヤルソーダアカデミーの連中だってバカじゃねえ。当然だが対抗戦に向けて事前にしっかり過去データをさらって各競技の対策ってもんを練ってくる。名が売れてるならその分手の内も割れてるってことだ。確かにバスケ部でも大事な試合の前はぶつかる相手の試合映像とか見てスタメンの癖とか踏まえて練習したりするな。いいか、これはあくまで魔法師養成学園対抗競技会だ。マジフト部の大会じゃねえ。現にロイヤルソーダアカデミーだってマジフトの出場選手をマジフト部だけで固めてきていないだろう。そういえば第一試合に出てるミナジールってやつ、去年はマジフトに出てたよな。ああ、だが奴はマジフト部じゃねえ。あいつのせいで去年うちはマジフトを落としたんだ。思い出すだけでも悔しいぜ。同点で迎えた試合終了直前、自陣ゴール前でディスクを奪ったあいつが守備を3人もぶち抜いてよ。そっから試合終了寸前のスリーポイント。悔しい。うるせえ。草食動物みてえに過ぎたことをメソメソ嘆くな。第2試合のマジフトのことばっかり気にしてねえで、まずは第1試合に集中しろ。これはお遊びの試合観戦じゃねえ。狩りの下見だ。敵の動きを盗めねえ奴に来年の選抜の席はねえぞ。そうっすね。生かしたプレーや戦術を盗みます。盗みといや俺先週ブッチにキッチンに置いてたパン盗まれたんだよな。名前書いてないからいらないのかと思ってって。俺先週ブッチに割のいい短期バイト紹介するっすって誘われて行ったんだよ。そしたらきっつい肉体労働の上に時給の 10% が仲介料であいつの財布に入る仕組みだった。俺マジスト部の遠征試合で道に迷った時ブッチ先輩に拾ってもらったことがあるんです。でも会場に着いたらガイド料って500マドルせびられました。
俺たちよくよく考えたらあいつに被害受けすぎじゃねえか。だんだん腹立ってきた。だが今日だけは応援する。ブッチ、ロイヤルソードアカデミーから根こそぎ奪ってやれ。絶対返せブッチ、返せおーかしてやれ。分かってんだろうなラギー。いつまでも腐ってるんじゃねえぞ。目の前の獲物のことだけを考えろ。さてと、配られた宝の地図を拝見するとしますか。俺たちの獲物、魔力が枯れた魔法石ちゃんたちをどうやってお迎えに行くか、しっかり相談しとかないとね。それにしてもこんな変な形の建物初めて見たっす。暑くも寒くもなくて快適だけど、この遺跡ってどんなとこに建ってるんすかね。頂点が尖った四角錐の遺跡なら文献で見たことがあるが、この建物はそれが逆さまになっている構造だ。ルシアン先輩、古代遺跡や建築様式に明るい先輩の視点から見て、この得意な構造にはどのような意図や用途が考えられますか？僕もここまで奇抜な構造は見たことがない。もしかすると神々の時代に作られた最上の跡地などかもしれないな。この地図を見る限り上層はかなり広そうだ。迷路の先に無数の小部屋が点在し、魔法石が分散して配置されているようです。対して中層は上層よりも一箇所にまとまった数の石が配置されている。まあでもあからさまに石が密集しているような場所には十中八九罠が仕掛けられてんでしょうね。同意します。不用意に飛び込んで痛い目を見ないよう慎重に行かないと。そして今わしらがいるのが最下層にある広場、両陣営の台座がある場所じゃな。俺たちは上や中層でせっせと石をかき集めて、働きアリみたいに一番下のゴールへ運ぶわけっすね。しかしこの遺跡、見れば見るほど複雑な構造じゃのう。地図アプリでもないとすぐに自分のいる位置を見失いそうじゃ。競技場内は通信機器の持ち込みが禁止されてるから、自分の現在地どころか味方や敵がどこにいるかもわからないのがきついな。ま、そもそもここにいる人の連絡先とか最初から一人も知らないけど。この遺跡は層が下がるほど構造が狭まる逆四角錐型。石を手に入れた後台座に近づくほど互いの行動範囲は限られていくわけですね。つまり敵チームとの遭遇率も跳ね上がる仕組みか。なに、心配するな。もし不意にロイヤルソードアカデミーの選手と鉢合わせたなら、即座に手袋を投げつけ決闘を申し込むまでのこと。クレールさん、非常に頼もしい発言ですが、戦いは極力避けていただきたく。分かっているさ、アーシェングロット。戦に費やす1秒は自陣の台座から遠ざかる1秒だ。勝利のためには剣を抜かぬ判断こそが肝要。そうだろう？ええ、お分かりいただけて何よりです。では改めて最終確認といきましょう。まず大前提として必ず2人以上で行動すること。何らかの仕掛けの対応や敵との魔法石の奪い合いに備えてですね。とりわけ補充装置で魔力を注入している間は無防備になります。装置の場所は上層、中層、下層に分散して合計6機。1箇所に固執せず最寄りを都度使い分けるべきだな。空いてる装置を見つけたらすかさずそこで補充っすね。そして注入役は特定の一人に集中させないこと。マレウスが調子に乗って特別事業でしくじったあれじゃな。一人に注入を任せ続ければ魔力切れで倒れてしまう。狩りは何より人数が肝心。頭数が減るとダメージが一番でかいっすからね。まず遠距離班。台座から最も離れた区域を担当するのは5名。俺とラギーが2人で、ルシアン先輩とタリス先輩とクレールは3人で行動。
俺たちは台座から遠いエリアを右回りで、先輩たちは左回りで石を回収しつつ、出くわした障害物や罠を地図に書き込んでいく。でしたよね。ああ。最初は回収が難しそうな魔法石をスルーし、遺跡全体の情報を集めることを優先する。そして近距離班、中層から台座近辺の区域を担当するのは僕とリリアさんです。こちらも魔法石を回収しつつ地図を埋め、定時にあらかじめ決めておいた連絡ポイントで待機。そこで遠距離班の皆さんと合流し、石と地図の情報を受け取ります。そして3班で別々に得た情報を一つに集約したら、次の動きを組み立てていく。まずは石膏、次に三段、叱る後に攻撃。これが鉄則じゃな。次に連絡ポイント合流のタイミングですが、試合時間は90分。最初の集合は開始から30分後です。遺跡は広大かつ複雑だ。手分けしても正直回りきれるかどうかわからないな。最初の30分はまだフィールドに魔法石が潤沢にある分、敵との奪い合いになる確率が低い。焦って石を抱え込まず、情報を正確に持ち帰ることに集中しましょう。以後は20分間隔で連絡ポイントに集合。フィールドに残ってる石を漁るか、敵が運搬中のやつを横からかっさらうか、そん時の戦況に応じてどっちにするか都度決めるってことで。スマホ使えないのマジで不便っすね。地元にいた頃はそもそも持ってなくても全然平気だったはずなのに、学園入って1年そこらでもうあれなしじゃ生きていけない体になっちまったっす。それよ。わし電話線も通っとらん家でどうやって暮らしてたんじゃと思うことがある。慣れというのは恐ろしいもんじゃ。昔は自分の足で赴いて直接伝えるのが普通だったのにの。特別授業の時にも言ったが、ま、何事も肝になるのは体力っちゅうことじゃな。慎重に準備は重ねてきた。あとは慌てず騒がず遂行するのみだな。今朝うちのばあちゃんからメッセが来てて、今日は近所のガキンチョたちを引き連れて電気屋の店先で中継見るって張り切ってたんすよ。両対抗マジフト大会の時は散々だったし、今日は絶対かっこ悪いとこ見せらんねえ。その息はよし。出だしを制すれば流れはおのずと味方につくものよ。初戦で弾みをつけて後に続く者どもに勝ち筋を渡してやろうではないか。そうとも。今年こそ我らナイトレイブンカレッジが勝利する。そして必ずや優勝カップをこの手に。あの噂が本当なら魔法史に残る発見だ。ぜひ最初に手にして間近で見てみたい。MVP 取って優勝カップ受け取る気でいるわけ？随分自信がおありのようで。俺は噂を信じてるわけじゃないけど、 MVP を取ったら噂が釣りかガチかは検証してみたいよね。別に信じてないよ、純粋な知的好奇心としてさ。噂か。やあやあ、ドラコニア君、バンルージュ君、学園対抗戦の特訓で忙しい中呼びつけてしまってすみません。白々しいな、学園長。僕たちに話というのは今学園中で噂になってる件についてだろう。お前たちの耳にももう入っていたか。いかにも現在ロイヤルソードアカデミーが所持している魔法師養成学園対抗競技会の優勝カップ、その一部に茨の国の王室が所持していた魔法石プリンセスグローが使われているかもしれないという噂についてだ。それについてはわしも数日前に耳にした。だがあの魔法石が行方知れずになって早400年。その姿は写真に残すどころか肖像画にすら描かれておらぬはず。そんなものがなぜ今になって急に学園対抗戦の優勝カップに使われているなどと噂になっている？
火のないところに煙は立たない。噂の出所はどこだ？不本意ながら、この私だ。私は長年、奇跡を起こすウィッシュピースの研究をしている。バンルージュの奇跡の復活以降、シルバーの指輪の来歴を調査する傍ら、その兄弟石であったというプリンセスグローの足取りを追っていた。その結果、石は400年前に剣の国へ渡り、大きなハンドルと台座のついた黄金の杯に加工されたこと。そしてそれが巡り巡ってアンブローズという名の魔法使いに託されたとの記録を見つけたのだ。アンブローズ。ロイヤルソードアカデミーの学園長の中。宝石が埋め込まれた黄金の杯。そしてアンブローズの名。私はあの学園対抗戦の優勝カップこそがプリンセスグローであるという一つの仮説に至った。しかし推論はあくまで推論だ。現状は資料の断片をつなぎ合わせた憶測の域を出ていない。歴史学において検証の不十分な情報を流布するなど言語道断。確固たる裏付けを取るまでは決して生徒たちの耳に入れるつもりなどなかったのだが、学園長に今後の調査方針を相談しているところを壁の肖像画たちに立ち聞きされてしまったらしい。なるほどな。あの口差がない壁の住人どもにかかれば、噂が学園中を駆け巡るのに半日とかからぬじゃろう。まったく。まさに壁の肖像画にも耳あり、ドアのノブにも口ありだ。ええ、本当に。彼らの口の軽さには困ったものですよね。トレイン先生も不確定な情報が漏れてしまったのは研究者としても教師としても非常に不本意でしょう。ですがトレイン先生、落ち込むことはありません。おかげで生徒たちの士気は最高潮なんですから。勝者が手にするとはいえ、優勝カップは学園に贈られるものだ。個人のものになるわけでもないというのに、若者の思考は理解しかねる。彼らのお目当ては MVP 選手の特権ですよ。ほら、大会で最も活躍して MVP に選ばれれば、閉会式で学園代表として誰より先に優勝カップを受け取ることができるでしょう。なんと浅はかな。名門ナイトレイブンカレッジの生徒ともあろう者が嘆かわしい。まったくです。もしも優勝カップに本物のプリンセスグローが埋め込まれていたとしても、ちょっと触っただけで都合よくポーンと奇跡が起きるわけないじゃないですかね。でもまあ、夢見るのは自由なので、あえて否定するようなことは言いませんとも。私、優しいので。